どうもコロッケくださいです。今回は個人依頼品を作りつつ、質問コーナーをしたいと思います。よく、動画のコメントで、フィギュアは販売してますか？制作依頼はお願いできますか？など聞かれるのですが、実は個人依頼も可能だったりします。ただ、普段動画で出してるようなアニメや漫画のキャラクターは、案件的に依頼はちょっと難しいので、依頼者さんの売りキャラなど、一時創作での依頼ならお受けできます。今回の個人依頼は、魔王の始め方という作品の作者様からの依頼で、作品に登場するビルというキャラクターのフィギュアの制作です。そして、今回はその制作風景を映しつつ、質問コーナーをやりたいと思います。実は登録者15万人記念か何かで前に一度やったことはあったり、今回は特に何かの記念ということではないですが、やりたいのでやります。コミュニティ投稿へのたくさんの質問、本当にありがとうございます。ただ、すみません、全部に答えるのは時間的にちょっと難しそうです。そこはご了承いただきたく。それでは早速、質問に答えていきます。粘土は何を使っていますか？という質問です。これは普段からめちゃくちゃされてる質問ですね。僕はいつもスカルピーという焼いて固める粘土を使っています。スカルピーにもいくつか種類があるんですが、最近はこのミディアムブレンドが使いやすくて愛用してます。続いて、粘土はどこで買っていますか？という質問です。これは安定の Amazon ですね。スカルピーを売ってる店舗が近所にないので、もう Amazon 一択です。スカルピーに限らず、制作関係の道具は基本的に Amazon で買います。ただ、塗料はボークスの通販で買ったり、あと最近はセリアでも結構いろいろ買いますね。続いて、フィギュア作りを始めるにあたって必要な道具はという質問ですが、だいたいこんな感じかな、と。この辺の道具もだいたい Amazon で買えると思います。ただ、初心者がいきなり本格的な道具を揃えるのは、ハードルが高いですよね。実際こういう質問も来ていまして、やっぱりいきなり高い粘土は、という方もいると思うので、先ほどちょっと話に出ましたが、セリアでもいろいろ売っているので、初心者の方はセリアなどの100均で道具を買って一度作ってみるのがおすすめです。あと、この100均粘土とスカルピーの比較というのは面白そうなのでいつかやります。道具に関してはこんな感じで、続いて制作に関する質問に行きます。ででん。一つ目の道具についてはさっきの質問と被るので置いといて、どういう造形から始めるのがおすすめかという質問ですが、最終的に作りたいのがキャラものの場合であれば、ネンドロイドのようなデフォルメフィギュアから始めるのはおすすめです。かくいう僕も最初はデフォルメチックなものからこの世界に入りました。やっぱり普通のスケールフィギュアよりは初心者でも作りやすいのかなと。とりあえず一体完成させるというのが大事だと思います。この辺とちょっとつながりますが。ででん。無形制作を始めたきっかけは何ですか？要因はいくつかあるんですが、一番は現実逃避ですね。2017年当時、高3の受験生、受験勉強の疲れとストレスで、全然関係ないことをしたくなり、なぜか100均で赤粉粘土を買い、メグミンのフィギュアを作っていました。ちなみにその日、センター試験の3日前とかでしたね。続いて、キャラクターに関係なく、特に気をつけて制作している部位はどこですか？これは悩むところですが、やはりゲフンゲフン。顔ですね。フィギュアは顔が命なので。とは言いつつ、正直顔はあんまり作るのうまくないんですよね。いつもあまりキャラに似てない顔の造形が多いと思うのですが、
どうしても自分の好みの表情とかに若干寄せてしまう。もうちょっとキャラに似せられるように頑張ります。続いて、原型段階ではうまくできたと感じていても、塗装をすると急に安っぽさが出てしまいます。コロってくださいさんが塗装の際に意識していることは何ですか？わかる。知りたい。誰か教えてください。僕もめちゃくちゃ知りたいので、塗装が上手な方いましたらぜひコメント欄に。僕、塗装下手なのであれなんですが、一応塗りで意識してることは、個人的に淡い色合いが好きなので、全体的にサイド低めは意識してます。続いて、今までの制作で一番作るのが楽しかったものは何ですか？悩みますが一番となると、君は完璧で究極のゲッターですね。4体を17日で作ったという制作速度で、その時のモチベの高さが伺えます。初のロゴ造形だったのですが、思ったよりうまく作れて楽しかったです。続いて、どうやってフィギュアの作り方を勉強したのか。私、気になります。基本独学で参考書はいくつか買いましたが、最終的には数こなして自分の作りやすいやり方に落ち着きましたね。僕の動画を参考にして作っている方もいらっしゃるかと思いますが、多分参考書の作り方の方が圧倒的にいいやり方だと思います。続いて、モチベーションを保つ秘訣が知りたいです。僕の場合は、やっぱり視聴者からのコメントが一番のモチベになってます。いつもお世話になっております。他には、アニメ見たり、漫画読んだりで、このキャラ作りたいってなります。続いて、パーツの分割についての質問も多かったです。パーツの分割はいつも動画ではカットしてるんですが、だいたい力技&地味な修正ですね。分割部をデザインナイフで切って、中にアルミ線があるときは無理やり引っこ抜いて、接続部に粘土持って整えて、って感じで、見栄え的に地味なので、いつもカットしてます。続いて、デジタル造形の進み具合はいかがでしょうか？デジタルはもう、全くですね。やらないとはずっと思ってますが、本当に時間がなくて。作るフィギュアの題材はどうやって決めていますか？その時に自分の中で一番作りたいものを作りますね。急に海馬を入体化させたくなったりします。コメント欄のリクエストで、これいいな、作りたいってなることもありますが、そんなにはリクエストに答えられてないので、最近は動画の最後におまけ造形として、毎回リクエストから一つ作っています。これに関連してですが、おまけ造形リクエストの選考基準は何ですか？という質問ですね。これは本当に基準は特にないです。僕が知らない作品のキャラでも、普段作らないジャンルからでも何でも選びます。軸基準を強いて言うと、投稿してから大体要開口のコメントからは選ばないですね。その頃にはもうおまけ造形選んで作り始めているので。続いて、男キャラをなぜ女体化にアレンジするのですか？女体化が好きだからです。続いて、作業中に音楽を聴きますか？音楽かアニメか、何かしらは作業中常に流してます。音楽よりはアニメの方が多いです。続いて、ある指定のものを作ったりどこかで公開したりしてますか？公開はしてないですが、実は前に作ったアクア様はノーパン仕様です。制作に関してはこのくらいで、ここからは趣味、思考に関する質問を。ではまず、獣ですか？獣キャラは普通に好きですが、いやらしい感情はないです。純粋にめでたい、撫で回したい、舐め回したい、みたいな感じです。続いて、
正直一番ハーハーした自分の作品って何ですか？バシャーモです。好きなオッテイのサイズ。オッテイはサイズとかじゃないと思うんですよね。みんな違ってみんないいですからね。どんなサイズのものも好きですよ。特に好きなキャラクターは何ですか？イルル、ルコア、シオン、ウザキツキ、ツナゲ。このあたりのキャラクターはとても好きですね。一番気に入っている自作フィギュアは何ですか？めちゃ最近のですが、伏黒当時、女体化です。まだまだ答えられていない質問があるんですが、そろそろちょっと動画の尺も気になってきたので、最後にいくつかババーっと答えていきます。コロッケは好きですか？好きです。東宝好きですか？レミフライ以外も作ってくれると嬉しいです。さくやさん好きなのでいつか作りたいです。イラスト描いてみてほしいです。今度描いてみます。他の YouTuber とのコラボを考えてますが、もしもお誘いがあれば、アイコンはコロッケさんが描いたんですか？違います。作ったフィギュアはブラックライトに反応しますが、最近中古で買ったフィギュアがちょっと怪しいです。ポーズって練習してるんですか？たまに家の鏡で、顔は誰にって言われますが、狩野以降。いつでも最大